皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第10回目、その前半です。テーマは世界に誇る武士道、その1回目、武士の情けです。この前半は戦いが終わればノーサイドです。今から120年前、西暦1900年に新渡戸稲造が武士道という本を表しました。英語で書かれたこの本は日本精神の中心ともいえる武士道の考え方、生き方、死に方というものを世界に向けて紹介したものです。当時の日本は明治維新以来和魂要塞を掲げ、アジアの中でただ一人大発展を遂げていました。西欧諸国はその日本の秘密はどこにあるだろうかと皆が興味を持っていました。その時新渡戸稲造は和魂要塞の和魂、すなわち日本精神の中心は武士道です。また武士道とはこういうものですと世界に向けて紹介したのです。この本は初版が発行されるや否や世界中に大反響を呼び起こしました。ベストセラーとなり、中でも時のアメリカ大統領オスドア・ローズベルトは超多忙であったにもかかわらず、この本を手に入れると徹夜で読破し、そして感動のあまり翌日直ちに30冊を自分で買って世界中の要人に配って、ぜひ一読するといいですと勧めたそうです。現代人は武士道といっても封建時代の亡霊のように思っている人が多いかもしれません。また武士道は戦場に必要なのかもしれないが、今のような平和な時代には必要ないと思っている方もいるかもしれませんが、そうではありません。武士道は日本の歴史と伝統を作り導き、現代にも必要です。そこにこそ日本人を理解する鍵があります。武士道は単に武士だけのものではありませんでした。それは日本人全体の生き方、死に方を導いてきたものです。もし皆様が西郷隆盛や大久保利通、板垣退助、伊藤博文、大隈重信など明治維新を成し遂げた人々の書いたものを読んでみるならば、彼らの行動と生き方というものは武士道に貫かれていたことを知るでしょう。また武士道は単に男の生き方だけを導いてきたものではありません。日本女性の生き方、大和なでしこの生き方、死に方をも導いてきたものです。日本の女性はおしとやかなだけではなく芯が強かった。それは武士道を基本とする社会の中で大和なでしこが自然に身につけたものでした。そして加えて商人道というものもありました。武士道を頂点に日本社会の精神を形作るものでした。新渡戸稲造は武士道の精神を7つの徳目に分類しています。義、勇、仁、礼、信、または誠、名誉、忠義です。今回ご紹介いたしますのは慈悲を表す仁の中の一つ、武士の情けです。彼はこう述べています。生殺与奪、生かすも殺すも与えるも奪うもという意味です。生殺与奪の権力を背景に持つ慈悲、つまり圧倒的な強さから出る憐れみの心です。単なる憐れみとは異なります。では武士の情けにふさわしい出来事をご紹介したいと思います。
日露戦争を勝利に導いた乃木将軍のお話です。いかなる敵を引き受けても断じて3年は支えることができると自負していたロシア難攻不落の鉄壁の旅順要塞を5ヶ月で落としたのが乃木将軍です。彼はただ豪遊だけの指揮官ではありませんでした。武士の情けを併せ持つ花も実もある真の武人でした。それを示す戦争中の心温まる話が敵将ステッセル、つまり旅順要塞司令官陸軍中将との水死営の会見です。明治38年1月5日、旅順要塞近くの水死営で会見は行われました。乃木はこの時ステッセルに対し深い慈悲と礼節をもって接しました。会見においてアメリカの映画関係者が一部始終の撮影を希望しましたが、乃木はそれは敗戦の将に恥辱を与えるとして許さず、ただ一枚の記念写真だけ認めたのです。乃木とステッセルが中央に座っています。ロシア側は勲章を胸につけ剣をつけています。全く両者対等で、そこには勝者も敗者もない。この有名な写真が内外に伝わりや、全世界が敗者を恥ずかしめない乃木の武士道的振る舞い、武士の情けに感嘆したのです。世界一強い陸軍の勇敢なる将軍はかくも慈愛の心厚き礼節を知る類稀な名将と賛嘆せずにいられなかったのです。欧米やシナの軍人には決してできないことでした。会見で乃木はまず明治天皇のステッセルに対する人事にあふれるお言葉を伝えました。我が天皇陛下は閣下が祖国のために尽くされた忠勤を貸し用したまい、武士の体面を保持せしむるべく私に勅令あらせられました。この言葉にステッセルは痛く感銘し、お礼の言葉を申し述べました。その後両者は打ち解けて和やかに語り合いました。ステッセルは日本軍の不屈不当の武勇を天下に比類なきものと賛嘆を惜しみませんでした。乃木もロシア軍の頑強無類の守備の堅固さを称えました。続いてステッセルは乃木がこの度の戦いにおいて2人の息子を戦死させたことを哀悼しました。さて、昨年我が国でラグビーワールドカップが行われました。これはぶつかり合う格闘技のような激しさが魅力です。一点、試合が終われば敵も味方もない。互いの奮闘を称え合う姿に誰もが感動します。これがノーサイドという歌にもなりました。ならばこの旅順の戦いは双方合わせて2万6千人の死者を出した壮絶な殺し合い、試合ではありません。しかし戦いが終われば互いの健闘を称え合うことがいかに困難かがわかります。だからこそ世界が感動したのです。乃木将軍の敵将を癒しめない姿勢は後世に語り継がれました。敵将のステッセルが帰国後、死刑判決が出た時、乃木は嘆願書を出し死刑を免れたそうです。その後の生活にも乃木の慈悲で支えたと言います。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは、憐れみの心、武士の
情けでした。聖書の一節をご紹介いたします。有名なユダの裏切りの記事です。立ちなさい。さあ行くのです。見なさい。私を裏切る者が近づきました。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ。十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。その数600人です。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえるんだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。新約聖書マタイの福音書26章。誰もが知るユダの裏切り。この話に強さに裏付けられた憐れみの心、武士の情けがあることにお気づきでしょうか。当時イスラエルはローマの支配下で苦しんでいました。ユダはローマ帝国からの解放者としてイエスに期待していましたが、失望したのです。イエス自ら十字架にかかると繰り返し言われたからです。彼は当時の奴隷の値段でイエスを指導者に売り渡しました。しかも、私が口づけをするのがその人だと合図を決めていました。愛の証の口づけを合図に裏切るほど冷め切っていました。イエスは彼の心の裏切りを以前よりご存知で、彼に言われました。友よ。冷め切ったユダの心に一瞬で湧き立つ愛を注いだのです。あたかも心肺停止の人を蘇生させたかのようです。その眼差し、言葉の響きにユダの心は目覚め、後悔しました。私は罪のない人の血を打った。武士道を理解するとき、聖書とキリストの魅力に近づきます。強さに裏付けられた愛が全巻に満ちているからです。お知らせです。次回11回目、11月21日土曜日、毎週土曜日です。テーマは世界に誇る武士道、その2回目。テーマは勇気です。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴誠にありがとうございました。